さて、頭脳派への挑戦を行う新たなマインスイーパーが登場とのことで、このゲームは買いなのか、今回はダンジョンスイーパーの紹介を行います。こちらダンジョン探索ものをマインスイーパーに落とし込んだ作品です。マインスイーパーを改変したゲームは世にたくさんありますが、本来の面白さとは異なっている作品も多々あります。マインスイーパーっぽいルールを採用している何かみたいなものです。しかし今作ダンジョンスイーパーはマインスイーパー準拠なゲーム性です。プラスアルファな要素を追加しつつも、それでも基本の地雷を探知する面白さが主軸でもあり、どのマスに何があるのかを探る楽しさが確かにあります。この点さえ確保されていれば、どう楽しめばよいかプレイヤーは瞬時に判断でき、マインスイーパー好きな人向けに作られているとわかります。一方、若い方でマインスイーパーをあまり知らない人もいるかもしれないため、簡単な紹介です。以前は Windows でデフォルトでプリインストールされていたゲームでした。しかし Windows 8あたりからなくなりました。10年以上前です。他に定番の Windows ゲームといえば、ピンボール、ソリティアあたりも有名でしたが、それらもなくなりました。なぜなくなったのかですが、Windows というと仕事で使う OS でもあり、会社で遊ぶ人が出て、そこに批判があったためという説があります。確かに私が過去いた大きめの会社で、ブラウザゲームはおろかスマホもない時代では、昼休みにマインスイーパーで遊んでる人は結構いました。シンプルなのに目立たないし面白く、なおかつ短い時間で遊べるというゲームとして完成している作品でもあり、休み時間の気晴らしにはうってつけでした。ただし中毒性もあり、ここら辺がまずいと思われたのでしょう。仕事よりもマインスイーパーのことを考えてしまう人もいて、効率が上がらないと判断されてしまったのかもしれません。ただ現代はなんだかんだでスマホの時代でもあり、皆そっちで休み時間は何かやってますからね。今 Windows にマインスイーパーがデフォルトで戻ってきたとしても、生産性云々の話を言う人はもはやいないことでしょう。むしろ違った側面から見ると評価されるゲームとも言えます。マインスイーパーは論理的思考を養うことにもつながります。どこに何があるのか計算しつつ予測、推論を行うというゲーム性のためです。早く解くためには記憶力も重要で、時には大胆に仮説を立て、運に身を任せる必要もあります。なるべくリスクが少ないと思われるマスを開示する、あるいはリスクを取ってでも他を優先するといった判断力が養われます。シンプルで分かりやすいルールながら常に頭をフル回転させて楽しむゲーム性であり、それが世界中の多くの人を虜にしました。現代に標準でプリインストールされていないのがもったいないくらいです。そしてそもそもマインスイーパーはどんなゲームなのかですが、数字のヒントを元に推理しながら地雷が隠されたマス目を避けながら開けていくパズルゲームです。目的は全ての地雷以外のマスを開けることです。地雷マスを開けたらゲームオーバーです。例えばマス目に4という数字が書かれていたら、その周り8マスのどこかに4つの地雷が隠されています。たったこれだけの簡単なルールです。開けた数字マスが増えるほど確定でどこに地雷があるかが判明し、それを当てていくのがマインスイーパーの面白さです。ここで今作ダンジョンスイーパーはダンジョン RPG をモチーフにし、マインスイーパーからさらに考え頭を使う要素を増やしました。ルールが複雑になったマインスイーパーと考えると良いです。まず地雷の代わりに敵が配置されています。そして敵マスを開けてしまってもゲームオーバーにはなりません。オート戦闘が始まります。こちらのライフが0になるとゲームオーバーです。勝つと装備品か回復のハートが出現します。またマス目に表示される数字は敵の数ではありません。敵の合計の強さとなります。4と書かれたマス目の周囲には4体の敵がいるのではなく、ティア1からティア4までの敵が1体あるいは複数います。つまりこの時点でマインスイーパーで行っていた予測ができなくなります。それでも予測可能になっています。ここがマインスイーパーそのものの面白さを保っている部分です。マスを開示するにつれ、ここにはティア3、こちらにはティア1の敵が確定で配置されているみたいにわかるようになっています。次に赤い数字の場合、周囲8マスにトゲの罠があります。いくつあるかはわかりません。罠のマスを開いてしまうとダメージを受けます。これがいやらしいのですが、罠があるマスには敵はいません。よって罠も新たな判断材料になります。
ちなみに先ほどのティアというのは敵のレベルのことで、ティアが高いほど敵も強いです。この性質を利用して、ティアの低い敵には確定で勝てるため、わざと敵のいるマスを開けるという戦法が取れます。敵を倒すと装備が入手できるし、敵の攻撃力よりもこちらの防御力が高いとダメージはゼロになります。地雷マスを自分から開けていくというのは新しく、それでも地雷マスを予測する根本のゲーム性は損なわれていません。加えて敵を倒すと周囲の数字に変化が起きます。オリジナルのマインスイーパーでは地雷を当てると即ゲームオーバーでしたが、今作は地雷である敵を当てても勝てばゲームは続きます。結果、敵がいなくなることで周囲のマスの数字が下がります。これにより暗記も重要になります。敵を倒す前のこのマスはこの数字だったよなと覚えておくことで、これまた何かの判断材料になります。あとはヒントを教えてくれるアイテムの使用が可能です。現在のフロアで一番弱い敵のマスにフラグを立ててくれるみたいなアイテムを入手できます。これは次のフロアに行った時に一番初めに使うのが良いです。初めの一手は絶対に運ですが、そこでいきなり倒せない敵にぶつかってしまう可能性があるためです。またフロアのクリア条件ははしごを見つけてそれをクリックすることです。ただし早めに次に行ってしまうと装備が揃わず、次のフロアですぐに敵に倒されてしまいます。なるべく全ての敵を特定し、倒せる敵は倒すことです。あるいは敵の位置にフラグを立てれば、それだけフロアクリア時お金がもらえます。そのお金はどこかダンジョン途中で用途がありそうです。そして頭をさらに悩ませる要因として、フロアを降りると敵が強くなり、敵ティアレベルが一気に上がります。それによりマス目に表示される数字が跳ね上がります。フロア2から平気で20とか30の数字が表示されます。これは2桁の足し算、引き算が必要になってきて、どのフラグがティアいくつの敵か覚える数字が高まっていきます。もっと進むと3桁になるでしょうから、だんだん覚えきれなくなりそうです。以上からダンジョンスイーパーはマインスイーパーにダンジョン RPG をモチーフにしたプラスアルファの仕組みを取り入れ、それでもオリジナルの地雷を当てる楽しさはそのままに、なおかつ地雷マスをあえて開くという新たなゲーム性が加わっています。かつてあるいは現在進行形で楽しんでおり、より頭を使う新たなマインスイーパーを楽しんでみたい方には特に刺さる作品です。ただし現状デモ版であり不具合っぽい動作があります。こちらが防御を固めた状態で強めの敵と戦闘したところ、両者ダメージゼロしか出ず戦闘が無限に続いてしまいました。これは今後の修正に期待です。そして Steam でのリリース日は2025年10月以降予定となっております。デモ版は無料で遊べるため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。軽めのゲームのためお持ちの PC でも遊べるかとは思います。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ダンジョンスイーパー。難易度が簡単と高難度しかありませんね。普通がない。初めは簡単からいってみようか。で、職業が2つあって、デモ版ではナイトのみ。攻撃力に防御力、レベルごとのヒットポイント、遊び方。まずこれだね。各タイルには周囲の敵の強さに応じた数字が表示される。敵が2体いる場合は2と思いきや敵の強さだから、こいつの敵の強さは2あるんだね。そういうルールか。必ずしも2体いるわけじゃないと。この数字よりも少ない可能性があるんだね。つまり、ハテナと表示される場合がある。ハテナはどういう意味があるんだ？で、残ってる敵は、これをクリックすると確認できる。画面上のこれか？24いると。で、敵のタイルを起動して戦利品や報酬を得る。あるいは右クリックでフラグ。これはマインスイーパーにありますね。爆弾の位置を記しておくというものですね。確定した。で、戦闘は自動である。敵をクリックすると戦闘になるんですかね。で、トラップもあると。トラップ近くのタイルは赤い文字。で、正しくフラグした数に応じてレベル終了時にゴールドがもらえる。倒した敵はどうなるんだ？タイルを開くたびに破損が増加。破損が高いとトラップのダメージが増える。あんまりタイルは開いちゃいけないの？どうなんだ？で、外周に建物を配置して行や列のステータスに影響を与える。なんだこれは。さらに一番下、階段？はしごをクリックする。次のレベルに行く？準備ができたら、よし。始めてみよう。どっから始めないのこれ。方角があるけどなんだこれ。ダンジョンの階層か。これはなんだ？遊び方が見れる。ポーズメニュー。
あと装備品もあるっぽいですが。まあ、これは暫定なんでしょうね。毎回のゲームごとかな。まずは適当にクリックしてみましょうか。初めからいきなりね、引っかかる可能性ありますね、これは。ノーヒントだから。安全そうな真ん中。6。いきなり6がいるよ、周りに。これやばいね。どこクリックしても。まだ何にもわからない。確定してない。ということで、こっちを押してみようか。ほい。うわ、敵だった。で、戦闘が行われてるが、こっちがプレイヤーかな。もう負けそうなんだけど。負けた？ああすごいシビアだ。簡単モードだけれど、敵にぶつかると、まず負けてしまうバランスなのかな。よし、再チャレンジ。まずは簡単でクリアしよう。なんとしてもね。ほら、うわあ、トラップあるし、敵もいっぱいいる。ここはどうだ？8だ。これはかなり絞れそうだね。絞れそうだけど、まだなんて見ないな。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、これは確定？ライトクリックで肌が立てられる。いや、そうとは限んないよね。8よりも少ない可能性があるわけだから。レベル2の敵とかいるわけですからね。これ難しいね、これ。まだ何にもわかんないよ。この8が出たところでね。じゃあさらにここはどうだ？ああ、敵だったー。頑張れ。あ、これ勝てそうか。いや、どうなんだ？あ、勝ったっぽいね。やった。で、戦利品だ。ヘルメット。で、さらに8だ。これなんとも言えないな、これ。何にもわかんないぞ。何にもないマスはないのか？次はここだな、じゃあ。うわー、トラップだ。ダメージ受けだ。破損ゲージはまだ進んでませんね。で、次はこちら。6。この周りはみんな赤く表示されるんでしょうね。で、これ回復だ。いつでも回復していいのかな？取っときましょうか。6マスね。何にもわかんないよ。ほ ?4。4とはいえね。とりあえずここら辺はどうだ？ 9。さらに強い数字が出てきたけど。相変わらず確定できない。確定できなすぎる。あ、勝利した。ノーダメージ。なんだこれは。グローブだ。7。これ大丈夫？ゲームとして成立してんのこれ。なんか、どうやってもね、高い数字出まくっていて。5。11。4、5、6、7、8。何にもわかんないよ。ようやく0が出てきた。0でトラップはあるんだ。ちょっと待ってくれ。じゃあどうすりゃいいんだこれ。どうしようもできないよ。0だけでトラップがある状態だ。トラップはあるものとして考えりゃいいのかな。で、ここでトラップを開いた時にね、赤色がなくなるのかどうかですけれど、それもわかりませんね。というわけで全部開いてみましょうか。お試しでね。4。4ね。4でもわかんないな、結局な。確定しないんで。次はこちら。いや待ってよ。確定できんのか。ここの2マスが怪しいね。ここは0。敵いないわけだから。ってことはこの両側ね。これは確定かな？いやでも4レベルの敵がいるってことはあんのかな？ある可能性があるんだよな。ってことは確定かどうかやっぱなんとも言えないね。この敵レベルが厄介だな。これね、このルール。まだ確定できない。とりあえず他、開いていきましょう。トラップ。とりあえず食べようか。5回復。ここ0だ。ということでここクリックしても OK かな？やっぱり、トラップはややこしすぎる。はてな。謎？なんでこれ隠されてんの？一気に広がった。こっからわかるものは？これなんでハテナなんだ？で、結局トラップがある状態、開いたとしてもね、赤色のまんまですね。つまり0が出たとしてもまだ周りにトラップがある可能性がある。3で3で、どっちかあるいは両方が確定ですね。で、可能性としてはまだ1回だから、そのね、ランクがあまりに強すぎる敵はいない。ってことを考えるんであれば、この2つはね、22である可能性がある。ということで、ここは安全である。全然違った。目論見が外れすぎた。これランクいくつなのこいつ。当社。指輪。ヒットポイントアップか。これ助かるけど、ライフは回復しないんだね。今ここは33だったけれど、今の敵の強さはいくつだったんだ？ 2 ぐらいあったんじゃないかな。敵のランクわかりませんね。最も弱い敵を全てフラグする？何これ？クリックしたら、なんか、アイテムだったのかな？ここは確定したっぽいね。これ、初めからクリックしていたから、ちょっと、わかんない状態だ。最も弱い敵っていうのはこれ1レベルってことか。ここはじゃあなんだ？今の敵が2だとしたら、ここ1かな？いや、1だったら、ここにね、フラグが貼られるはずだよね。つまり今の敵は3だった。っていうことから、こっちは確定でセーフである可能性が高い。なおかつここは、
4で確定。4とか記せないのかな。これクリックしてみようか。ああ、確定。今のは3ランクのね、ランク3の敵だったっぽいね。4だから、1はもういないんだよね、多分。で、ここ4は確定だね。今んとこ。残り2だね。ここのマスは。2が確定。ってことは、4だから、22、こうだ。これで、この2マスは、セーフである可能性が高い。非常に。クリック。どうしてちょっと正解を教えてほしい。何起きたんだ今。これなんだ？ネックレスか。なんで今敵がいたんだ？これ間違いじゃ。これランク4確定だよね。4が確定にもかかわらずここに敵がいた。で、1じゃないはずだと思うんだけど。1じゃないってことは2が確定で、ここにいたってことは、いや、ここにいた可能性あったのか。そうか。これ6だったよね。ちょっとやっぱり勘違いしていた、私が。そうか。これよく見るとなんか書かれてるように見えるけど。クリックしてもなんもないな。数字書かれてるこれ。2？ 罠の上にも数字が表示されるんですか？さっきの6ってどこだった？ちょっと現状ここはまだ確定しない。待てよ。これ4で、これ4確定だから、この4の両側は、つまりクリアってことか？あれ？敵を倒したら4になったもしかして。これ6が。そういうこと？なんかそんな感じだよね。数字減りましたね。数字減るんだっけ？マインスイーパーって。数字。これ4だが4確定だから、この両側、絶対に、ここもクリアだな。絶対こうクリア。そうだな。こうクリア。クリア。よし。なんとかできた。メモしたい。4とか押したい。これ数字4。メモ機能くれ。ここまで確定。で、これ4だから、これ8だよね。ってことはここも4確定だ。よし。ようやくできてきた。で、これ4だから、この周りもこれクリアだ。クリア。で、これ4だから、確定でクリア。そうか。罠の存在忘れていた。罠チェックできないのかな？まあいいや。4で、これ今のところ44。他に確定できる場所は、これ以上確定ないかな今のところ。これ5だから、どちらかに合わせて5以下。しかしここ3があるから、これが5だとおかしいんだよね。ここは絶対に3、2、1のいずれかである。つまりここにも敵はいる。いや、ここいない可能性もあるのか。ここが5だと、こっちがクリアである可能性があるんだよね。これは3、2、1、0である。で、ここはどうだ？この数字がね、2であるならば、なんか確定できそうなもんだけどね。これ4だよね。で、これ4ってことが、これ4確定だ。4確定。これクリアだ。クリア。しまった。罠の存在忘れていた。それを思い出さないとね。で、これ2確定。で、これが2ということは、この両側がまだ怪しいね。これ4、2、確定。ってことは、これが2か。2だね。224。記憶力との勝負になってきました。224で、これ4確定だ。4。424で10だから、これ1確定。で、4、1。これ1だったよね、確かね。これも1かな。4241。これ5だね、合わせて5。5、6。残り3か。まだなんとも言えないな。7だから、できた。これ4だから、ここ3確定だ。三角、つまりここクリア。8、35だね。で、これクリア。いやー忘れていた、罠の存在。罠の存在厳しいってこれ。でも面白い。分かってきたら面白い。これはたまらんな、これ。やっぱもうちょいメモ機能。メモいらないのかな、これな。よし、持っていくぞ。絶対クリアするんだ、これ。簡単なのか、これ、本当に。今の、ますます制作者のね、罠にかかったような感じだよね。0来た。でも罠があるんだよな。罠なんとかしてくんないかな、これ。罠確定するときっていうのはなかなかないよな、しかもな。また0。どっかに罠がある。よっ。ここは罠の可能性ないね。これ白だから。これ完全クリア。ピュアホワイトだ。ついに来たピュアホワイト。おお。で、これ、下げに行ってもいいんだね。いや、なんとしてもね、これね、全部開きたいよね。で、2だからこの3つのいずれかに、0、1、2、3。未確定だが、罠は
うん、ここもそうか。まだなんとも言えないな。5、5、1。1だから。いや、まずは0から開いていこう。これはどうだ？トラップ痛すぎる。8ね。まだなんとも言えない。ふい。12。これでかいな。ちょっとここだ。トラップなんとかしてくださいよ。8。8じゃわかんないね。1ってことは、1。1ね。まだ確定しないか、これは。1だから、3分の1にかけて。ここはどうだ？でも罠からも察することはできんのか。これ白だから、この3つはね、絶対罠がないんだね。対してここ、赤いから、ここにはトラップない。ってことは、この3つか。トラップある可能性は。トラップなしのトラップありという状況で、トラップがあるマスには敵はいないわけだよね。絶対にね。敵はいない。でもトラップいくつあるかわかんないからな。まだわかんないな、こりゃ。とりあえずここにはトラップはないが、敵は絶対1体いる。確定で。で、ここの2つにいた場合に絞られてくるんだよね。こっちが。というわけで、ここクリックしてみよう。ほっ！敵がいた。頑張れ！負けんな！やれ！よかった。剣だ。で、消えた。ゼロになりましたね。判明したから。そうか、本来のマインスイーパーと異なるのは、爆弾踏んでも続くんだね。だから数字に変化が起きる。それにより今までのちょっと記憶していたものとね、数字が変わるから、やや混乱が生じるんだ。これ面白いな、これ。すごく考えられている。で、3が出て、0角になりましたね。0角になったが、これ数字消えちゃったから、ここね、安全なはずなんだけど、それ覚えておかないとちょっとミスにつながりますね。この2つはクリアだ、完全に。完全クリア。で、ここに敵がいたから、でもトラップの可能性がまだあるんだね。敵はここいない。ここは確定だ。互角。で、これ白だから。この3つは安全。互角で、これはクリアだがトラップがある。で、この3がまだなんとも言えない。白だから、ここには罠はない。罠はない。この2つは罠だな。どっちかが。いや、これ3で、ここ罠ないんだ。罠なし。で、もう一回やり直し。これ罠なしのコマ、この3つね。で、ここ罠なし。つまりここが罠角。罠角のチェックマークつけたい。罠角のチェックマーク。罠角。で、罠角であり、これ三角だね。三角。三角で残り1だ。残り1。これは絶対に罠である。罠角。この2つが、どっちかが1である。これ確定するためには、ここらの材料が必要だね、まだね。この2つだ。どちらかに敵、もしくは両方にもいる。これわかんないな、これな。これ使うしかないね、後にね。ここは温存しましょう。で、三角だからこれ互角だね。互角。互角は分かったけどな。これ以上、これ二角か。二角で、これはクリア、角。罠がある可能性もあるけど。これはなかったんだね。これ罠の可能性もあるが、クリアの可能性も高い。そういう場合はクリックするべきか。まだ、押さえるべきか。互角で、3。これは、これクリックしよう。今のとこね。勝負だ。ハート出た。助かった。装備が揃っていたら、爆弾踏んでもね、勝てる可能性があるないいね。1角。そうか。1ということは、勝ちやすいんだ。そういうことだよね。こういう考えができるんだ。1ならば、もうどっちもいいからね。開けてしまっていいんだよ。開けよう。来た。でも、あえて戦うのありなんじゃないこれ。装備品入手できるからね。それどういう扱いなんだろうね。とりあえずこれ1角。これ戦っても良さそうだよね。で、倒すことでなんか、むしろ道が開けそうだよ。そういう戦法ありなのかな。とりあえず戦ってみようか。はい。あれ？勘違いした。そうかそうか。三角五角だったね。私のミスだった。危ない危ない。3、5だから。5はもうこれ、確定だったの。敵なし確定。で、1だから、どっちか確定。1が。1だからね、戦いましょう。どっちかいたとしてもね、開けちゃおう。4。これ確定だね。開けよう。よし、一発だ。で、装備品を入手できる。なんだ。そうだよ。戦いはいいんだよ。1角は。2はどうかな。2も戦ってみようか。ほい。どうだ？よし。2レベルの敵もノーダメージでいける。ソード。同じ。こっちの方が強いね。
取ることで前の武器はなくなる。これでクリアでいいのかな。アイテムは次の回に持ち越せんのかな。敵は多分全部チェックしたと思うけどね。行ってみようか。お、1、1、1、3、5、4。うん。得点。クリアできたっぽい。そう、このゲージ見てなかったね。これなんだっけ。破損メーター。今頃思い出した。破損が高いほどトラップダメージが増えるか。じゃあ確定していなくても開けない方が良いんだね。なるべく。で、今ダンジョン2回行きましたね。敵とトラップの数。トラップも含むんだ。これも判断材料になりますね。ということは。まあいいや。真ん中から。アイテムももう少しないっぽいね。とりあえず真ん中から開けておっと、いけん敵だ。やばい。すんごい強い。ゼロダメージ。終わりそう。やめてくれ。逃げて。逃げて。終わる。こういう出会い頭でね、やられてしまう可能性があるから。そうか。弱い敵をフラグすれば、戦いは安全にいけるんだ。いきなりやっぱ正解なのかな、扱うのが。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。